ちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は南国気分トロピカルパウンドケーキを作っていくよ。南国らしくトロピカルさを出すためにこれモニンのパッションフルーツシロップ買ってきちゃった。モナンです。トロピカル要素で色々買い込んでましたね。いろんなフルーツ入れちゃうよ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。まずはバターを常温のものを用意。溶かさない程度ならチンでも OK。 マヨネーズくらいの硬さがベスト。次にホットケーキミックス、アーモンドパウダーをあらかじめ混ぜておいて合わせます。ゆっくり混ぜ混ぜ。粉気がなくなったら全卵酸を8割る。ほぐして3回に分けて混ぜてきます。一気に入れると分離しちゃうよ。気をつけて。混ざったら次にモナンのパッションシロップ。酸っぱくてさっぱりした味になるよ。よく振って使おう。トク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 。シロップだからお砂糖酸の役割もあるよ。アルコールも入ってなくて使いやすいのよね。そんなモナンシロップは富岡商店さんなど製菓製品のお店に置いてますぞ。ネットでポチっても OK。 そしてバナナちゃんを入れることでねっちりしっかりした甘さもつくよ。なるべくシュガースポット、黒い斑点がある程度出てきて熟しているものを使おう。甘みが全然変わってくるのだ。適当に5ミリ角ぐらいに切って生地に入れ込もう。事前に用意しちゃうと酸化して変色しちゃうから直前で用意するといいよ。混ぜ混ぜ。さらにじゃあドライフルーツのマンゴーとパイナップルも入れちゃいます。もりもりですね。ドライフルーツって結構お高いけど100円ショップだと1回のお菓子作りで使い切れるちょうどいい量売ってて嬉しい。うまうま。何ナチュラルにつまみ食いしてるんですか。マンゴーさんもパク。うまうま。ざっくり細かく切って。マンゴーさんはキッチンバサミとかできると楽ちん。そして生地に入れます。ファイナル混ぜ混ぜ。そこもしっかりと。生地はこれで完成。なんだかもう美味しそう。生はダメ。そして私はパウンドバターを召喚。生地を入れてトントンして大きな気泡、隙間がないようにします。角っこは特に隙間ができがち。表面を慣らして温度はこちらでいきます。では行くぞ。おりゃー焼けたー。いや、美味しそう。バナナとかマンゴーとかパッションとかいろんな香りが混ざってトロピカルな香りが部屋中に。お菓子作りの時の非日常な香りがいいですよね。特別な休日って感じ。そう、まさに南国でのサマーバケーション。熱いうちにシロップを打ちたいから肩から外しちゃおう。やけどに注意してね。打ち込むシロップはこちら。混ぜて使おう。熱いうちに打ち込んだ方がより染み込みやすいよ。表面の一面で大丈夫。シロップを打ち終えたらここもポイント。温かいうちにラップで密封してあげることで無駄に乾燥しなくてシロップも馴染んでとってもしっとりしたパウンドケーキに仕上がるよ。潰さず優しく包んであげよう。無駄に隙間があると蒸気が溜まってばい菌が増える原因になるから注意だよ。粗熱が取れるまで置いとけばなじませば OK。 あとは表面を好きに飾ったら完成。それではいただきます。美味しい。あ、ここは南国？日本です。最近日本も暑いじゃん。確かに。それはさておき一口食べただけでパッションとバナナの香り高い味が口いっぱいに広がるの。マンゴーとパインもまばらに下に乗ることで食べるごとに味が変わって面白い。ドライフルーツで入れたけどいい感じに生地の水分が移って戻っててしっとりした生地にぴったりの食感。しっとり生地に関しては特に大成功。最後の打ち込みシロップのパッションとラムも全体をまとめられててグッド。
こりゃ止まらんぜ。いつの間にかバナナチップまで乗せてますね。トロピカル要素はモリモリにしたよ。バナナチップもカリカリで美味しいけど、個人的には冷蔵庫に一緒に寝かせた後に食べたちょっとふにゃっとした時の方が調和感があったかも。今回はトロピカルパウンドケーキいかがだったかしら。いろんなフルーツを入れて複雑だけれど一体感のあるパウンドケーキに仕上がりました。特にしっとりした食感は最高。この夏の自信作です。保存は冷蔵庫で数日のうちに食べちゃいましょう。冷凍もできますぞ。食べるときに常温に戻してもいいですし、夏ですから冷やしても美味しいですぞ。冷たくても硬くなく、しっとりしていておすすめじゃ。ぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。